にちは、ミミです。今日はみなとみらい周辺のラーメン屋さんを紹介したいと思います。ランドマークタワーの1階におります。炙りラーメンに到着しました。ここのお店はゆず塩ラーメンが看板メニューらしいので、ゆず塩ラーメンを注文したいと思います。食券を渡すときに油多めか普通か聞かれたので、多めで注文しました。チャーシューも豚肉か鶏肉か聞かれたので、豚肉にしました。麺の種類は特に聞かれなかったんですが、太麺かこんにゃく麺か変更できるみたいなので、もし変更希望でしたら言った方がいいかもしれないですね。綺麗な盛り付けで柚子の香りがします。恵比寿に本店があるラーメン屋さんでいくつか店舗があるみたいなんですけど、こちらのランドマーク店はそれほど混んでないので穴場みたいです。横浜駅のジョイナスの B1 階にもあるみたいです。このチャーシューが異常に美味しくって炭火でいぶってるみたいで、すごく香りが良くって美味しかったんです。チャーシュー麺にすればよかったなと思ったんですけど、チャーシュー麺はなくってトッピングで1枚追加するみたいです。炙りコロチャーシュー飯っていうのがあって、こちらはお店で一番人気みたいなんですけど、次はこちらを食べてみたいと思いました。スープもコクがあってさっぱりはしてるんですけど、柚子の香りもあってごくごく飲めちゃう感じで本当に美味しかったです。席はこの字型のカウンターしかないんですけど、結構出入りが激しかったですね。メンマは細切りにしてあって上品な感じですね。こちらの麺なんですけど、中華麺というよりもお蕎麦に近いような感じがして、ちょっとこんにゃく麺に変更すればよかったかなと思ってます。ごちそうさまでした。次のお店は一風堂みなとみらい東急スクエア店に行ってきます。地下の B1 階におります。ここのフロアは飲食店がたくさん入ってるんですけど、いつも空いてるので穴場かと思います。一風堂は有名で食べたことある人多いかと思うんですけど、私は初めて食べるので楽しみです。ここに来る前に健康診断の血液検査があったので、ちょっと貧血気味なのでチャーシュー麺にしようかとは思ってます。初めてなので基本のラーメンにしようかなと思ってます。赤丸は美味しいんでしょうか？チャーシューが2枚増量って書いてあったんですけど、違う種類のチャーシューが2枚ずつ入ってました。麺の硬さはバリカタにしたんですけど、細い麺なのかすぐ柔らかくなってしまったので、粉落としにしてもいいかなと思いました。スープもこってりしてるんですけど、コクがあって細い麺と合っていました。少し甘い感じがしました。こっちのチャーシューもちょっと甘めでした。薄い方のチャーシューはそんなに甘くないんですけど、どっちも柔らかくて美味しかったです。席はカウンター席とテーブル席があったので、女性でも入りやすいかもしれません。全体的に甘めの味付けな感じがしたので、疲れてる時はいいかもしれないですね。ごちそうさまでした。次は新しい横浜市役所に維新商店さんが入ったと聞いたので行ってきます。ロープウェイも見えますね。オリンピックに向けて作ってるみたいなんですけど、どうなるんでしょうか。桜木町の駅から降りてクロスゲートの方へ向かう階段を上ると、このロケーションのいい橋に通ずるのでおすすめです。横浜市役所は2020年の4月に移転したようで、すごく綺麗でした。維新商店さんに行くまでにたくさん誘惑があって困りました。ここでパンを1個ゲットしてしまいました。ちょっとした休憩におすすめです。
店に到着しました。特中華そばを注文したいと思います。新しいせいか調味料などがとっても清潔な感じで置かれていました。セルフサービスのお店ですが、軽き臭くなくて美味しかったです。漫画に出てきそうなラーメンです。美味しそうです。醤油ラーメンだけに醤油が結構主張していて、生姜の香りも結構しました。チャーシューも3枚入ってまして、脂身がないのと結構脂身っぽいのが入ってました。このワンタンなんですけど、あんがたっぷり入っていて、しかもあんが香ばしい味がして何とも言えない美味しさでした。この麺なんですけど、太麺の縮れ麺でコシがあってとっても美味しかったんですけど、今まで食べたことないような食感で感動しました。ナルトが入ってると縁起のいい感じがしますね。こんなに長いメンマが2本も入ってました。席はカウンター席しかなかったです。ニンニクを少し入れてみたんですけど、この程度だと全然味が変わらなかったので、もっとたっぷり入れてもいいかもしれないですね。でも周りに迷惑がかからない程度でお願いします。最後の脂身のチャーシューをいただきます。ごちそうさまでした。3店舗紹介して全部美味しかったんですけど、特に石井商店さんはザ・ラーメンという感じがしたので、食べていただきたいなと思いました。